それでは今日はちょっと冒頭からいくつか発言がありますので、冒頭発言からさせていただきたいと思います。最初に一つ目ですけれども、新型コロナウイルス対策予備費使用の閣議決定が今日閣議で行われました。厚生労働省の所管で合計で1兆3475億円の予備費の使用を閣議決定いたしました。具体的にはファイザー社およびモデルナ社のワクチンを追加で確保するために必要な費用として6670億円、治療薬の追加確保や治療薬の早期実用化に向けた治験に対する追加支援に必要な費用として4397億円、抗原検査キットを確保するために必要な費用として929億円、検疫体制の確保に必要な費用として1479億円を措置することといたしました。引き続き国民の皆様の生命そして生活を守るために万全を尽くしていきたいというふうに考えております。それから2番目でございますけれども、予備費にも関係のあることでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の治療薬について2点申し上げます。最初にまず実用化に向けた緊急追加支援でございますけれども、今般の予備費では治療薬の追加確保や治療薬の早期実用化に向けた治験に対する追加支援に必要な費用として4397億円を計上しております。このうち今後感染再拡大や起こりうる新たな変異株の出現に備えまして治療薬開発をさらに加速するための追加支援を行うことといたしました。これまで累次の予算措置によりまして126億円を措置して治験費用の一部を補助してきましたが、今回の予備費でさらに150億円を追加をいたします。引き続き治療薬の早期実用化に向けてしっかりと後押しをしてまいりたいと思います。一言附言しておけば、この新型コロナウイルス感染症治療薬の実用化ための、新たな支援事業というのはこれまでの支援事業においてすでに採択されている薬剤のうちさらなる加速を目指すものについて評価委員会による評価を踏まえて追加支援を行うものでございます。それからこの治療薬についての2番目の点です。塩野義製薬株式会社の新型コロナウイルス感染症の経口治療薬 S217622 の購入について本日基本合意に至りました。薬事承認がなされれば速やかに100万人分をそれ以降も一定数量を確保するという内容であります。このような合意を結ぶのは国内企業が開発する経口治療薬については初めてのこととなります。今後の承認が前提となりますけれども、本剤が実用化されれば軽症者に対する治療の選択肢がさらに広がるものと考えております。今後最終的な合意に向けて流通などの詳細をさらに詰めてまいりたいというふうに考えております。それから3番目の点でございますが、これはワクチンについてでございます。昨日厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会を開催しまして、新型コロナワクチンの4回目接種の在り方や12歳以上17歳以下の方への3回目接種について審議いたしましたので、その内容についてもご報告いたします。まず12歳以上17歳以下の方への新型コロナワクチンの3回目接種につきましては、ワクチンの有効性安全性に関する科学的知見、諸外国における対応状況等を総合的に議論しまして、2回目接種を完了した
12歳以上17歳以下のすべての方を予防接種法上の特例臨時接種の対象に位置づけること、使用するワクチンは薬事上12歳以上の方への3回目接種が認められたファイザー社のワクチンとすることが適当とされました。この審議結果を踏めまして、厚生労働省として大臣指示を一部改正しまして、本日から適用することといたします。自治体の皆様には、これまでも接種体制や必要なワクチンの確保、接種券の発送の準備等をお願いしてきたところです。希望する方が円滑に3回目接種を受けられるよう、引き続きのご対応をお願いしたいと思っております。また、昨日の審議会では、新型コロナワクチンの4回目接種についてもご議論をいただきました。ワクチンの効果の持続期間や安全性等に関する最新の科学的知見や諸外国の動向を踏まえて、4回目接種を行うか否か、仮に4回目接種を行う場合には、対象者や3回目接種からの適切な接種間隔等をどのように設定するかにつきまして、引き続き検討することが適当であるとのご意見でございました。専門家の意見も踏まえつつ、検討を進めてまいります。それから第4点目でございます。本日、第2期青年貢献制度利用促進基本計画を閣議決定いたしました。本計画は、青年貢献制度の利用の促進に関する法律に基づき、青年貢献制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、青年貢献制度利用促進専門家会議の意見およびパブリックコメントを踏まえて策定したものです。本計画には、令和4年度から令和8年度までを対象に、青年貢献制度の見直しに向けた検討と権利擁護支援策の総合的な充実、青年貢献制度の運用の改善、後見人への適切な報酬の付与、地域連携ネットワークづくりを推進するための施策を盛り込んでおります。厚生労働省としては、法務省などの関係省庁や裁判所、地方公共団体などとも連携しまして、本計画に基づく施策を着実に推進していきたいと考えております。それから第5番目になりますけれども、これは人事案件でございますけれども、本日の閣議におきまして、厚生労働省所管の独立行政法人のうち、3法人の理事長の人事について了解されましたので、4月1日付で任命をいたします。詳しくは別途お配りする資料をご覧ください。以上でございます。